Enter FM Tokyo Music Reader 今夜のゲストは水曜日のカンパネラ歌羽さんです。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。と言っても私は、11月のティムにご出演されてましたけど、拝見させていただきました。ありがとうございます。バチバチに可愛くてよかった。バッキンガムの、VJ もあったじゃないですか、当日。あれのインパクトもすごかったですね。ちょっといろいろお話を伺えればと思います。ということで、歌羽さんには今週と来週2週にわたってお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この番組は11月に行われた東京国際ミュージックマーケット、通称ティムをサポートしている番組なのですが、水曜日のカンペならも2日目11月6日のステージに出演されました、ティムのライブショーケースいかがでしたか？そうですね、なんかああいうライブ私あんまやったことがなかったので、どんな感じになるのかなって、そもそも盛り上がってくれるのかなとかもちょっと心配だったんですけど、でもなんか2階席もその1階に入ってくれたお客さんたちもみんなすごい盛り上がってくれて、すごかったですよね、一体感が。すごく、なんかその友達今瀬ちゃんとかも私仲良くて、今瀬ちゃんとかも出てたので、なんか嬉しかったですね。なんかすごい歌さんが出てきた瞬間の盛り上がりと、あとその手の上がる感じとか、めちゃくちゃ良かった、かっこよかったですね。嬉しい。海外の音楽関係者が多く見ているライブだったじゃないですか。どういうなんか、いつもと同じような気持ちだったか、あるいはちょっとなんか意識したりしてました？いつも通りですね。なんかそんなに私多分いつも変わらないので、割ともうマインドがハッピーな気持ちでライブはしました。なんか MC でも自分の好きな服を着て、自分の好きを出していきたいって、みんなも出していこうねっていう風に言ってたのがすごい印象的で、それに対してもやっぱお客さんもすごい反応してたから、すごいハッピーな空間だったなと思います。水曜日のカンパネラは昨年アジア4都市、北京、上海、広州、そして台北でツアーを経験していますが、海外と日本のライブでは何か違いとかありました？そうですね、やっぱり私は私英語も何も喋れない人なので、言語の壁があるのかなと思って、やっぱ初めはすごい不安だったんですけど、でも実際行ってみると本当に言語を超えた何かがあって、音でもそうですし、もう気持ちでお客さんと一体感になるっていうのは、逆になんか違いがないなって思いましたね。日本であろうが海外であろうが、そこに違いはないなって思いました。本当に音楽に国境がないっていうのは、まさにそういうことだなと思いますよね。特に印象的だった場所とかありますか？国とか。そうですね、北京、上海、広州でも全然お客さんの雰囲気がやっぱ違うっていうのは、やっぱ日本でも大阪のお客さんと沖縄のお客さん、名古屋のお客さん、北海道のお客さんとか、意外と土地でお客さんの雰囲気が違うっていうのと同じ感覚がやっぱあるんだなとも思いましたし、やっぱお客さんがすごいめちゃめちゃ愛してくださっているのがどこの国にもいて伝わりましたね。特になんか水曜日のカンパネラの曲ってやっぱり言葉遊びとかちょっと響きが面白いものも多いじゃないですか。やっぱり特に多分言葉のその意味まで伝わらなくてもその響きとか、みんな耳に残るから歌えるだろうし、そういうところでも多分なんかシンパシーを感じたりできたんだと思います。で、海外でのライブじゃなんか印象的なエピソードとかなんかあったりしました？去年がフェスなんですけど、クロッケンフラップに出させていただいたことがありまして、その時はいろいろフェス出てたけど、すごい一番多分大きいフェスだったので、会場もすごい広くて、私の出番以外の時もすごいなんか全部が楽しい空間でしたし、私のライブステージもすごい広いステージでやらせていただいたんですけど、めちゃめちゃお客さんがよくって、ノリが本当にいろんな国から集まってるファンの方たちがいたので、もうノリもそれぞれもうみんな自由に踊ってる人たちもいれば、めちゃめちゃ一緒に声出してくれるフーとかなんかすごい言ってくれる人もいたりして、なんかそれはすごい言ってて楽しかったなっていうのが今でも覚えてますね。やっぱりパワーをもらってさらにましたね。ってことですね。今後も海外でライブしていきたいなっていう気持ちありますか？
そうですね、行ったことのない国に行くのが私は結構怖いタイプなんですけど、そうなんですね。全然結構怖がりなので、はい、何持ってけばいいかなとかも結構不安なんですけどでも今はちょっと行ったことある国が少しずつ増えていってるので、なんかまたいろんな旅に出て、いろんな国を好きになっていきたいなって思いますね。特に今回ね、そのアジア4都市行かれましたけど、アジア外とか、アジア外はなんか聞いた話だと飛行機が長いって飛行機10何とか時間みたいな。ヨーロッパは15とかざらにあるので、よくわかんないですもん15とか起きてるか寝てるかわかんなくなりますよね。映画3本ぐらい見れるけど、もうなんか途中で多分みたいになるみたいな15はちょっとやっぱ行くってなったらすごい勇気が必要だなとは思いますけど、でもやっぱいつか挑戦したいなと思いますね。はい、ありがとうございます。さて、12月も終盤ということで、今年2024年の水曜日のカンパネラを振り返ってみたいんですけれども、はい、今年は、3月に日本武道館単独公演メテオシャワーを開催、されました。おめでとうございます。ありがとうございます。詩羽さん、初の武道館公演いかがでしたでしょうか？そうですね、なんかもう純粋に楽しかったなっていう記憶が残ってるのが良かったですし、本当今までで一番いいライブができたって言えるライブができたのが一番のいい結果だったなと思いますね。その時の詩羽さんにとっては、その最大規模でした？そうですね、フェスとかだとまたちょっと違うかもしれないんですけど、イベントとかだとまた大きい場所もあったんですけど、単独でやったのはその一番大きい会場だったので、センターステージでやらせていただいて、ファンの人も360度、囲ってもらう形でライブして、でも本当に満足のいく納得のいくライブができたのが良かったですね。やっぱりその私たちミュージシャンにとって結構武道館って一つ大きな目標だったりすると思うんですけど、なんか特別な演出とか何か持ってたりしたんですか？そうですね、普段やってることをやりたいなっていうのもあって、掛け声だったりとか割といつも通り、本当にもうライブハウスでやるような演出も武道館でやろうってやったのもありましたし、お客さんをステージに上げるっていうのも結構ライブハウスでパフォーマンスだったりしてるんですけど、それもなんかどうにか交渉して、やらせてもらったりとか大人と交渉してってこと？はい、大人にちょっとお願いしてもらってどうにかでも絶対この演出をやりたいんだって言って、そういうのやらせてもらったりとか、あとはやっぱり武道館だからこそできるスペシャルな演出は結構やったんじゃないかなと思いますね。YouTube にもね、武道館のライブの映像、公開されてますよね。そうですよね。お客さんをステージに乗せるっていうのは、どういうことを具体的にはされるんですか？なんか1曲「一寸法師」っていう曲があるんですけど、その曲自体が5人のアイドルグループの曲になってて、よくライブハウスとかだとその場でお客さんにちょっと手を挙げてもらって、やりたい人に手を挙げてもらって、刺してステージに上げるっていうやり方なんですけど、さすがにそれは厳しいってなって事前にファンクラブで応募してもらって、その当たった4人だけをステージに上げて、すごい確率。それ以上何も決まりがないので、ただひたすらみんな踊ったりするみたいなのをなかなかそのアーティストと同じステージに立つことって多分ないですよね。ないですよ。しかも武道館ででも立ったんだよねっていうのをなんかでもそれってすごい面白いなって思いますし、私のライブだからこそできる面白さなのかなって思ったので、そこはなんかできてよかったですね、本当に。お墓まで持っていけるエピソードですもんね。私詩羽さんと同じ武道館に立ったんだっていうなかなかないですからね。すごいですね。最高、ありがとうございます。そして6月には、EP ポップデリバリーをリリースされました。8曲入りの EP ですね。かなりバラエティ豊かなサウンドが詰まった作品だったと思うんですけれども、ご自身ではどのようにこの作品を捉えていらっしゃいますか？そうですね、これは結構タイアップの曲が本当多くて、いい意味で全く統一感がなかったアルバム、EP だったので、なのでなんかこのそれぞれの曲たちの統一する部分って何なのかなって探した時に、ポップさっていうのはなんかもう
崩れない何かなんじゃないかなと思ってポップデリバリーっていう名前にしたのもあって、本当にいろんな曲が詰まってるし、制作期間もすごいバラバラなんですけど、でも統一して本当にポップなサウンドが目いっぱい詰まってますね。ありがとうございます、そして、その EP を引っ提げて7月にはツアーを行い、8月にはシングルシャルロッテ、そして11月には願いは行さんもリリースされました、はい、どんどん出てますねすごいですね、はい、シャルロッテはだって CM ソングですし、はい、願いは行さんも映画の主題歌ですもんね、はい、なんかすごいですね、すごいすごいですそして、なんと先週12月9日には新曲、動く天 P をリリース、この曲はドラマ推しの子第7話の主題歌で、剣持秀文さんがドラマのために書き下ろした曲とのことなんですが、もう動く天 P ってねめちゃくちゃ学生時代を思い出しますけど、このタイトルの持つ意味ってなんかどういうものなんでしょうでも本当にその学生時代にやってた天 P が動くのでその長さを求めるみたいな、なんで動くねんって言ってたやつですね。それがそのなんかネットミームみたいな感じで、その天 P が動かなければもっと簡単なのにみたいなネットミームがあって、そこから撮ったらしいですね、剣持さんが。そうなんですね。どういう印象を受けてますかこの曲には。そうですね、なんかいつもその深く受け止めないので、セビのカンパネラの楽曲って、偉人だったりとかいろんなキャラクターだったりとかの曲がすごく多いんですけど、何言ってるかは絶妙にわからないので、そこに対しては毎回深く考えずにすぐ分かりましたと、なんか全てを受け入れる心で受け止めてますね、でもこの曲も本当に言葉遊びというか音遊びっていうんですかね、てんてんてんとか PPP のところもあるし、すごい面白いなと思って私も聴かせていただきました、じゃあそのレコーディングとかする時ももうなんていうんですかね、その曲を聴いて、その時のフィーリングというか自分で感じたものをそのまま出すっていう感じですかね。そうですね、自分の中の感覚を出して、割とこの曲はちょっと低い声だったりとか、その声色をちょっと変えながら遊ぶっていうのも意識しながらレコーディングしましたね。ありがとうございます。あとなんと来週またちょっと深くお聞きしようと思うんですけれども、ソロでもね歌羽さんとしても、新曲盆栽フィーチャリングセントを明日リリースされます。やったということでやった相当忙しい1年だったんじゃないんですか？そうですね、なんかそれこそ武道館が、今年だったんだっていうのもなんかその曖昧というか1年間がいろんなことが多分すごくあったので、目いっぱい気づいたら年末になってたなみたいな感じですね。次から次へとね多分、一生懸命いろいろされてたでしょうから、気がついたら年末だった。年末終わっちゃう今年もみたいな感じでした、どうですか振り返ってみて2024年はなんか自分の中でこういう1年だったっていうのは何かありますか？2024年は忙しかったと思うんですけど、でもなんかそんなにしんどくなかったのは多分、その猫を飼ったからかなってなんか思いますね。猫ちゃんがね、3匹いらっしゃるんですよね。2匹2匹いらいまして、本当に猫に救われた1年でしたね。そうなんですね。そっか。じゃあ、またちょっと来週ね歌さんのそのパーソナルの部分もいろいろ伺いたいと思うんですけど、ここで、新曲を聴いてもらって続きは来週にしたいと思います、ということで次の曲紹介ぜひお願いします。はい、それでは聴いてください。水曜日のカンパネラで動く天 P。